動画ナンバー10、灯油バーナーを紹介します。こちらは佐竹ガラスさんのホームページの画像です。いろいろ説明してありますので、合わせてご覧いただくと良いかと思います。まず最初にお伝えしたいことがあります。ホースを下から入れて、バーナーの中心部分、佐竹ガラスさんの説明では、耐火レンガと書いてある部分を外します。金属のキャップに耐火レンガが入っているはずですが、これは耐火レンガではありません。私がダイソーのオーブン粘土で自作したものが入っています。以後、自作粘土と呼びます。左側が自作粘土です。右側が耐火レンガです。自作粘土と耐火レンガは大きさ、形が違います。耐火レンガですが、落として割ってバラバラにしてしまったので、今はボンドをつけてこの状態で保っている状態です。右側の耐火レンガの中心部分は斜めになっています。斜めになっているのが良いみたいです。左側の自作粘土は斜めになっていません。平らです。耐火レンガは破損したら修理していただけるそうなので、私のように自作するのではなく、修理に出すことをお勧めします。耐火レンガを金属のキャップに入れます。下側に空間があります。これが正解なんだと思います。自作粘土を金属のキャップに入れますが、下側に空間がありません。この動画の中では、すべて自作粘土を使用して灯油バーナーを作動させています。そのため、本来の灯油バーナーの性能が発揮されていない可能性もあるので、ご了承ください。佐竹ガラスさんの説明では、エアーノズルは穴の中心に合わせると書いてありますが、自作粘土では上側にずらした方が炎の感じが良かったので、あえてずらして使用しました。本来はこのように中心に合わせます。繰り返しになりますが、この動画では左側の自作粘土を使用しています。灯油バーナー全体です。40リットルのエアポンプを使用しました。この部分は太さの違うホースをつないでいる部分です。このダイヤルでエアーの量を調整します。オレンジ色のホースはプロパンガス用のものです。サイズがちょうど良かったので使用しています。先端のエアーノズルです。灯油バーナーの燃費ですが、1リットルで7から8時間使えるようです。驚きのランニングコストです。こちらはエアーの出し方です。少しずつエアーを増やしていき、7分から10分あたりで炎が落ち着きますので、その後はエアーの調整は基本的にしなくて良いと思います。こちらはエアーノズル部分です。先端から空気が出ます。高さが調整できます。高さを変えると炎が変わるみたいですが、今回そのあたりの実験はしていません。こちらはタンクです。このボルト部分はタンクから灯油を抜きたいときに使う穴だと思います。くり抜かれた部分にエアーノズルを合わせて配置します。芯の出し方です。上側をポンポン叩くと芯が出てきます。芯が出ました。逆に引っ込めます。元に戻します。下側を叩くと芯が下がっていきます。芯が下がりました。エアノズルが中心になるようにセットするのが正解ですが、今回は自作粘土を使用しているからだと思いますが、上側にずらした方が炎の感じが良かったので、あえて上側にずらして使用します。このようにエアノズルの先端が穴の上側になるようにセットしました。芯は2、3ミリ程度出ている状態が良いみたいです。セットできたら灯油を入れます。先に灯油を入れるとこぼれる可能性があるので、
すべての配置を終えてから灯油を入れます。実際に使用するときはカバーを置きます。タンクの中を見ると芯が見えます。ちなみに芯の交換は佐竹ガラスさんにお願いできます。タンクに灯油を1リットル入れた場合、上側に 2.5 センチの隙間がある状態になります。では炎の感じを見ていきます。何度も言いますが、今回は自作粘土です。エアーノズルの位置をあえて中心ではなく上側にずらしています。バーナーは常温です。冷めている状態です。40リットルのエアポンプの電源を入れます。先ほども言いましたが、エアーは少しずつ増やしていき、7分から10分あたりで増やすのをやめます。点火したらタイマーを作動します。エアーは少し出ている状態です。カバーを乗せます。最初はシュポポポシュポポポと汽車が走っているような音がしますが、炎が安定するにつれてこの音は聞こえなくなっていきます。21秒エアーを少し増やします。1分10秒エアーを少し増やします。1分40秒エアーを少し増やします。佐竹ガラス G23 白を溶かしています。すすは入っていません。3分エアーを少し増やします。すすは入っていません。4分エアーを少し増やします。ここまでエアーを5回にわたり増やしました。この後10分あたりでもう1回エアーを増やします。合計6回にわたりエアーを増やす結果になりました。この6回が正解なのかどうかはわかりません。すすは入っていません。5、6分で炎はだいぶ安定してきています。7分から8分ぐらいになると、ほぼ炎は安定している感じです。この炎の状態で良い気もしますが、どの炎が正解なのかわかりません。今回は自作粘土を使用しているので、なおさら正解の炎がわかりません。しかし、耐火レンガを使用していたとしても、そもそも灯油バーナーの正解の炎を知らないので、結局今の私には正解の炎がわかりません。あくまでもなんとなく自分の感覚で正解の炎を探している感じです。プロパンガスや都市ガスのバーナーと比較すると音はかなりうるさいと感じます。しかし数日使用しているとこんなものかと慣れてきました。10分エアーを少し増やします。増やさなくてもよかったかもしれません。正解の炎がわかりませんが、今回私的にはこの炎を正解としておきます。水が入ったステンレスコップです。これで蓋をして炎を消します。エアーはそのまましばらく出してバーナーを冷やします。エアーのダイヤルをどれだけ回していたかお見せします。エアーを閉めます。閉まりました。エアーのダイヤルは
半周も回していない程度でした。掃除します。ホースを差し込んで自作粘土部分を外します。中を見ると油の塊みたいなものがあります。これを取り除きます。取り除いた物体です。元に戻します。金属のキャップをはめます。自作粘土を入れて押さえます。自作粘土より芯が出ている状態にします。こちらは芯が大変汚れている状態です。炎がなかなかつきません。炎がついても広がっていきません。エアーを入れた状態で掃除を進めます。黒いキノコが育っていますので、掃除機で吸い取ります。自作粘土の穴がすすで汚れているので、割り箸で掃除します。すすが取れました。芯についたすすを取り除きます。掃除機で吸い取っています。芯を出します。1回、2回、3回、4回叩きました。芯が出ました。芯は2、3ミリ程度出ている状態です。炎をつけます。先ほどと比べて簡単に炎が広がるようになりました。ここからはダイソーのオーブン粘土で中心部分を作った時の映像です。中心部分は自作しなくても佐竹ガラスさんで修理していただけます。これが本来ついていた耐火レンガだと思いますが、私が壊してしまってボンドで貼り付けている状態です。ダイソーのステンレスストロー太めサイズです。直径は約11ミリです。エアーノズルに差し込みます。芯が汚れないようにマスキングテープで隠します。今思えばこの地点でストローに油をつければよかった気がします。ダイソーのオーブン粘土を押し込んでいきます。ステンレスストローに油をつけておけば後で抜き取るのが楽になったかもしれません。粘土は少し多めに盛り付けました。11時間経ちました。何もせずに自然乾燥させれば良いかと思いますが、今回はストローを17秒間温めてみました。5分後、ストローが冷めたら抜き取ります。少し抜きましたが、硬いので油をつけます。下側に押し込んで抜き取ります。油の効果で簡単に抜くことができました。マスキングテープを外します。自作粘土をレンガやヤスリで削って整えます。削った部分は主に上側です。下側は少しだけ削りました。横は一切削っていません。これで完成とします。繰り返しになりますが、本来の耐火レンガとは形が違います。耐火レンガの中心はへこんでいますが、自作粘土は平らです。大きさも違います。今回は自作粘土を使用しているので、灯油バーナー本来の性能を発揮していない可能性もあることをご理解ください。今から佐竹ガラスのソーダガラスでインプロージョンを作ります。作り方は動画110と大体同じです。自作粘土をつけたバーナーで作業を進めます。
エアノズルの位置は中心ではなく上側にずらしています。芯は2、3ミリ出ている状態です。40リットルのエアポンプの電源を入れます。バーナーは冷めている状態、常温の状態です。炎をつけてタイマーをスタートします。カバーを乗せます。エアーを少し増やします。最初はシュポポポシュポポポの音で始まります。ステンレス棒とガラスを温めています。2分30秒、エアーを少し増やします。ステンレス棒にガラスをつけます。最初は少しつけて、追加してガラスを増やしていきます。5分、エアーを少し増やします。繰り返しガラスを追加していきます。ニッパーで切り落として左官ごてで平らにします。ステンレス棒に残ったガラスを溶かしたら円盤に押し付けます。タングステンピンセットを少し温めたら円盤が中心になるようにずらします。おおよそ中心になりました。10分30秒、エアーを少し増やします。ここからはエアーのダイヤルには触りません。この炎で最後まで作業します。A29 白を点打ちします。一周点打ちしました。小さな点をつけていきます。外周は大きな点、その中に小さな点をつけていきます。点打ちが終わりました。溶かします。水平にして回転させながら溶かしていきます。丸くなりました。押さえます。溶かします。形を整えています。白い部分を中心へ集めます。シャープペンシルに針が入れてあります。このシャープペンシルのことは動画11で紹介しています。少し温めて炎から出してシャープペンシルで白いガラスを引っ掛けて中心へ集めます。集めたガラスをピンセットで取り除きます。
淡いラベンダーを溶かします。ガラスをつけたら左官5手で押さえます。小さなコテで外周を押さえます。白いガラス全体を隠すように E31 で覆います。後ろ側を平らにします。ポンテをつけます。ステンレス棒を外したら汚れているガラスを取り除きます。どこを上にするか下にするかを決めたらポンテをつけます。後ろ側のガラス棒をタイルカッターで切ります。残ったガラスを取り除きます。取り除いた部分を整えます。ループを作ります。最初は少しだけガラスをつけます。その後ガラスを追加して増やしていきます。ニッパーで切ります。柔らかくしてピンセットで伸ばします。先端を接触させたら溶かして形を整えていきます。千枚同士で形を整えます。千枚同士にはろうそくが塗ってあります。タングステンピンセットを温めます。温めすぎるとガラスにくっついてしまうので注意です。ループの穴をタングステンピンセットで挟んだらポンテを外します。本体に残ったガラスを溶かしてガラス棒に点打ちして取り除きます。溶かしてなじませます。
炎から出して16秒後にパーライトに入れます。水が入ったステンレスコップを乗せて炎を消します。エアーはそのまましばらく出したままにしてバーナーを冷まします。パーライトに入れた時間は20時5分です。1時間後に取り出します。完成品です。今回灯油バーナーを紹介させていただきましたが、自作粘土を使用していることで本来の性能を発揮していない可能性があるかもしれません。そもそも本来の性能を知らない状況で動画を作ったので、根本的に間違っている部分があるかもしれません。お気づきの点などありましたらコメント欄に書き込んでいただけるとありがたいです。最近のマイブームです。完成した時刻を南京錠でわかるようにしています。ダイソーとセリアで南京錠を探したら3桁のものはありましたが4桁はありませんでした。自転車の鍵なら4桁でした。これで動画ナンバー10を終わります。